ムリカタツムリニャ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 よいしょ。パカオチャンネル。皆さんこんにちは、こんばんは。おはようございます。習いバイク整理パカオチャンネルのパカオです。今日もまたブログをやっていきたいと思っております。はい、ということでですね、今日はですね、埼玉県の飯能市にありますあけぼの子どもの森公園、なんていうかな、あけぼの森公園っていうところに行きたいと思います。何そこっていうと、あれですよ、なんかムーミン谷に行ってきたいと思っております。でね、ムーミン谷がね、なんかね、飯能市に2つあるみたいで、あけぼの森公園っていうところと、もう一つ宮沢湖かなんかのところのムーミン谷、だから2つあってね、どっちがどっちだか調べたけどよくわかんなくて、でね、場所もね、すごい近くにあるのね。車とかで10分とかそんぐらいしか離れてなくて、近いところに似たような施設があるっていうね、めっちゃ無駄なこと無駄とか言うね。無駄とか言っちゃあかんよ。無駄とか言っちゃあかんけど、ちょっともったいないねことをしていらっしゃるので、どうせだったら今日はちょっと旅行行ってみようかななんて思っております。撮れてる？大丈夫？電池も大丈夫。いい感じ？ピュー。交差点のど真ん中で止まっちゃった。横断歩道の手前で止まっちゃった。墓はいざとなったら横に逃げてるから。振り抜けはしないけど、捕まっちゃうからって隣でプチプチチョって歩いて横まで行くっていうね、バイクの特権を簡単に教えるわけですね。今日の天気は東京で25度を記録したらしく、夏日になってるらしいですね。もう夏日だよ。まあ25度じゃまだそんな暑くはないから夏って感じじゃないけど、いい季節になりましたよ。もうバイク乗りの皆さん、今日仕事とかしてる人なんかさ、外の天気見ながらバイク乗りべーとかって思ってるんじゃないですかね。マジ最高っす。いいっしょいいっしょ。この季節の平日昼間にバイク乗れるのいいっしょ。羨ましいっしょ。はい、ゲスト登場してますけども、やっぱなんだろう、バイク休暇っていうのを作ればいいと思うんだよね。4月下旬から冬に入るまでをバイク休暇と言いまして、バイク乗りはね、バイクに乗りたい日自由に休んでいいっていうね、そういう制度をね作りたいと思いますので、パカオストーリーにしてください。いいじゃん、やっぱこういう日はお出かけしたいよね。こういう日に家でこもってなんかゴロゴロ、まあ家にこもってゴロゴロするのもいいんだけど、なんか仕事は嫌だよね。社会人に喧嘩を売ってくるスタイル。本当に天気が良すぎる日は天気が良すぎるで休みみたいなのを作ってくれないかな。しかもさ、なんかさ、バイク乗りあるあるだと思うんだけどさ、土日の休日に限って曇ったり雨が降る感じでどうにかして、なんであんな風に狙ってさ、土曜とか日曜にさ雨降るの？良くないと思うんだけどね。いい季節。この気温あれだね、走ってないと暑いな。パーカーでも暑いな。夏になっちゃうね。まあ冬よりは夏の方がいいか。いやでも最近の夏は異常だからな。寒いのは耐えればなんとかなるレベルだったけどさ、夏はさ熱中症になっちゃうからな。去年の夏さ、元ブログ取りに行って途中熱中症になっておじゃんになったとか結構あるからさ、夏は大変だな。だからさ、あれちょっと考えてる。何？くしゃみだよ。くしゃみ、あれさヘルメットクーラーとか今日検索してたら見つけたんだけどさ、ヘルメットに15度の水を流すクーラーとかそういうのがなんかあるらしくて、あとはジャケットタイプとかもあるらしくて、そういうのをちょっと試してみようかなって今回思って。皆さんバイク乗りの人でそういうの合う？半袖焼けちゃうよ。半袖ね気持ちいいんだけどね、真っ黒になるからね、そこだけで手袋焼けするから。ここ去年さやってからさ1年近く、まだ1年じゃない半年以上その手の跡残ってたんで、だから半袖乗る人はそこだけ気をつけて。怪我とかさ、それはさほらみんな知ってると思うんだよ。半袖乗ると危ないよとかみんな言ってると思うから、それはもう知った上で、でも半袖で乗りたいって思って半袖で乗ってるんだと思うんで、ここはなんかそうやって言わないようにするんだけど、日焼けマジやばいからそこ気をつけて。そして何の話してたのか分からない。なんか話してたんだけどなんだっけな忘れちゃった。ガチ忘れた。頭出てこない。まあいいや、忘れたってことは別だけど、でもそんなこと言ったらまあ顔の話なんて全てどうでもいいんだけど、思い出した。水冷ヘルメットクーラーとかね。そう。じゃあ思い出した。あれですよね。だからさ、バイクは電車走ってる。何線走ってんだろう。反応だから最強線してる。最強の線だよ。何あれ、初乗り切ったね。電車の中で最高峰だからそして何の話してたんだっけ。すぐ忘れちゃうっていうのはどうでもいいってことやな。どうでもいいですよ。思い出した。水冷ヘルメットクーラーとか結構バイク乗りでさ、夏乗ってる人とかはさ気になるんじゃない？実際どうなのって結構気になってる人いると思う。ちょっと試してみようかな。しかも結構いい値段するんだよね、あれね。もしかしたら買ってレビューするかもしれないので、気になってる人はぜひぜひパカオチャンネル今後ともよろしく。待って、宮沢公園ってことは宮沢この辺だね。待って、この辺や。ムーミン谷この辺や。ムーミン混んでるかな。平日のこの時間だからまあ混んでないと思って来てるんだけどさ、コロナだからね、密を避けたいと思って人がいないところに行ってるんだよ。別に人がいるとサムネ撮れないとかそういうわけじゃないからね。だから人が少ないところ行ってるとかそういうわけじゃないからね。これ右かな。これ右っぽい。ムーミン谷ということで、ここを右に曲がってムーミン谷って感じ。なんか微妙にいろいろ発達してるけど、待って、ムーミンバレーパークのあれこれ歩いていかなきゃいけないってやつだな。もしかしてそういうこと？そういう感じ。僕どうしたらいいの？僕なんかバイク僕どうしたらいいの？あっちかな。間違えてた感じかな。ここバス停じゃないですか。ムーミン谷行くのになんかムーミン
ムーミン、ちょっとムーミン谷歩いていこうか。でもヘルメットさ、かぶったまま行ったらなんかあれな感じ。手持ち棒持ってこなかったんだよね。お金取られちゃうかな。そしてなんか人がいっぱいいるからやだな。ムーミン、あるじゃん、バイク。ここ止めていいのかな。バイクは無料？待って、ムーミンバレーパーク利用者は無料って書いてあるから無料で残って。よいしょ。ということでムーミンバレーパークを見に行ってみよう。撤収するぞ。よっこいた。撤収。ということで、宮沢湖行ってまいりましたよ。宮沢湖とムーミンバレーパーク。バレてるかな？行ってまいりましたが、人工で作った湖だったので、すっごい綺麗だった。デートスポットにおすすめみたいなレベルで綺麗だったし、湖のほとりでお日様ポカポカ温まりながら読書とかガチでできる場所でした。でね、ムーミン谷さ、見に行こうとしたらさ、入場料がかかって、500円くらいだったらいいかなとかって思ったんだけど、大人2500円とかってみたいな。無理、カタツムリだったからさ、急遽入り口でサムネっぽいのしようとかって思って三脚をこう、いそいそかけてたらね、入り口の受付のお姉ちゃんがタタタタタってこう、すいません、三脚ダメなんですよって言われて、そうなんですかみたいな。ぼっちは自撮り写真を撮ることすら許されない場所でした。宮沢湖はぼっち禁止です。ぼっちで来ることを禁止します。はい、ということで、ムーミンバレーパーク後にしまして、もう一つね、なんかね、この近くにあけぼのの子供公園の森っていうのがあって、なんかね、そっちもムーミン谷っぽいなんか神秘的な感じらしいので、今度はちょっとそっちを見に行ってみたいと思います。いやー、こっちはぼっちお断りじゃないならいいんだけどな。信号機のない横断歩道は歩行者優先ですからね。別に動画回してるから優先してるわけじゃないんだからね。自転車こそ。最近さ、学校の授業がオンライン授業なので、6時間とかやるわけじゃなくてね、午前中1時間、午後1時間みたいな、そういう感じでなんかやってるんだけどね。そうすると、元ブログ取りに行けるのが、午後の授業終わってからになるからさ、午後2時とか3時になっちゃうわけ。いつもパカをさ、元ブログ取るとき午前中に出かけてさ、午後日が暮れる前には帰ってくるっていう取り方してたからさ、今もね、もう4時になっちゃうんだけど、もう4時って言ったらパカオくんお眠の時間だからさ、お眠です。カラスが鳴ったら帰ろうってね。なんかこの辺を刺されてるんだけど、公園がありの、これだこれ、東米ヤンソンあけぼの子供の森公園入り口。こっちでいいのかしら。なんか人がいっぱい。どこ？上っぽいってことは、よいしょ、キノコね、ここだね。じゃあここ止めていく感じになるかな。よし、端っこ。ということで、あけぼの公園に着きましたよ。こっちは撮影できるといいな。後でちょっと撮影に行ってきたいと思いますよ。東米ヤンソンあけぼの子供の森公園というところに行ってまいりましたよ。でね、動画とか撮れるかなって思って行ったんだけど、園内はね、動画撮影禁止になってましたね。写真でしか許可されてなかったので、写真を撮ってまいりましたよ。でね、宮沢湖に比べると商業施設って感じじゃなくて、パカオが思ってた通りのちょろっとあるような感じだったので、そんな人もいなくてね、のんびり見て回るのにはいい場所かなって思いました。どちらかというと、どっちでも大丈夫なのはこっちの方ですよね。でもデートとかで楽しむんであれば、宮沢湖の方が断然おすすめです。ということでね、今回の動画はここまでにしたいと思いますよ。よかったらね、チャンネル登録とかは高評価のボタンを押してくれると嬉しいです。またね、バイバーイ。